やけにふわふわしやがる。お父さん気をつけて、ここに段がありますからね。はい、片足上げて。俺は何をしてるんだ。はい、よっこいしょ。どこにいるんだ。まだ75だったのに、まさか親父がこんなにほうけてたなんて。施設に入れるにしても、今のうちの状況じゃそんな余裕もないし。困ったわね。タカ子。おい、タカ子。お前どこに行った。返事をしてくれ、タカ子。俺を呼んでくれ。シュウさん、ちょっとシュウさん、あんたってば。いつまで寝てんの。仕入れ行かなきゃ市場閉まっちゃうよ。市場。しまった。タカ子、何時だ。おい、もう4時半。俺としたことが寝過ごすなんて、店始めて一遍もなかったのに。仕方ないわよ。昨べは特別な夜だったもの。息子のとしきとお嫁さんのみくちゃんが将来うちの店継ぎたいって言ったんだもの。嬉しくてシュウさんちょっと飲みすぎちゃったのよ。そうか、そうだったな。ぐれて反抗ばっかしてたあいつが俺の元で修行したいって頭下げたんだよな。来年には初孫も生まれるし、なんか一気に春が来た気分よね。まったくだ。ぼやぼや寝ててどうする俺は。おいとしき、仕入れ行くぞ。ついてこい。親父。お父さん。ああ、悪い悪い。みくちゃんはゆっくり寝てな。お腹の子のためにもゆっくり休養取らなきゃな。お腹の子って何言ってんだよ親父。何ってゆうべお前がそう言っただろう。子供ができた、結婚する、将来はこの店継ぎたいから俺の元で修行させてくれって。ほら、ぼんやりしてないで支度しろ。まずは市場での仕入れの仕方からだ。ちょっと待てよ親父。仕入れはいいよ。こんな早く行かなくても9時半頃着けば十分だよ。それに今日は仕入れなくても材料は余ってんだ。余ってる？何寝ぼけたこと言ってんだ。その日その時期その季節、一番うまくて新鮮なものを仕入れて売り切るのが俺の店の信条だ。余らせて味の落ちたもん客に出したことは一遍もねえ。お前としき、そんな根性で俺の店継ごうったって。違うって。落ち着いてくれよ親父。親父は10年前この店を俺たちに譲って隠居したんだよ。わかるか？もう店はとっくにやってないんだよ。は？ふざけんな。なんで俺が10年も前に隠居してんだよ。10年も前っていや今お前が25で、まだ俺は45の時じゃねえか。15のガキのお前に店譲るわけねえだろ。 45？ 親父、自分の今の年いくつだと思ってんだ。もちろん45に10足して55だ。だな、タカ子。そうね、シュウさん、まだ55ね。タカ子。親父、タカ子ってまさか母さんのことか。他に誰がいるっつんだよ。お前ほんと変だぞ。まさか昔みたいにシンナーとかバカなことやってねえだろうな。トシキ、おい、人の話聞いてんのか？わかったよ親父。わかったから、とにかく朝まで待ってくれないか。お父さん、病院が開くまで。もういい。魚が腐る。仕入れは俺一人で行く。待てよ親父。わかった、一緒に行くから。ミク、とにかく見てくれそうな医者探しとけ。なんとかなだめて帰ってくるから。わかった。待てよ親父。運転は俺がする。お父さんたら完全にボケちゃったんだ。お母さんが5年前に死んだことも覚えてないなんて。お前市場の場所知ってんのかよ。わかる、大丈夫だから。俺がこの店期限定の板前になったのは25年前、30の時だ。田舎の貧乏家族の末っ子で、上の学校に行く際も金もねえから15で板前修行に出されたが、格式ばった料亭の板場は水に合わず、喧嘩の果てに店を飛び出し、あとはその繰り返し。20代の半ばには板場からもすっかり遠ざかり、日雇い労働で日銭を稼いでは酒と博打に明け暮れる日々で、明日も見えない、ただ酔いどれて
流れに溺れて、その日をしのぐだけの毎日だった。おいお客さん、あんたいくつだ？嫁さん子供はいるのか？仕事は明日もあるんだろ？だったら酒はそこまでにして仕上げに飯食って帰れ。体は壊すためにあるんじゃねえぞ。生きるためにあるんだぞ。余計なお世話。どうぞ。お味噌汁とご飯サービスですから。おい貴子、佃煮もつけてやれ。はい、お父ちゃん。鬱陶しい親子の店だと思った。なのに惹かれて通い始め、通い詰めるうち、なんだお前板前やってたのか。それならうちで働け。もったいねえ。店に雇われ、30で婿養子に入った。もうあとは周平に任せる。俺は引退だ。貴子と2人で頑張って店をやってくれ。末期の癌であっけなく親父さんが死んだのは息子が生まれて5年目のこと。実の親よりも俺の身を案じてくれた。恩返しのつもりじゃないが、一日でも店の火を絶やすかと夢中でやってきた。そうして25年、いろいろあったが、自分の息子を仕込める日が来るなんて。スルメイカは今が旬だ。カキはまだ手を出すなよ。年越して1月からが一番安くてうまい。ほらしっかり見て回れ。肌で覚えんだよ。肌でな。わかったって大声出すなよ。感無量ってやつだな。帰ったぞ貴子。朝飯の用意しろ。おかえりなさいシュウさん。今日はミクちゃんが作ってくれたのよ。ほらシュウさんの好物ばかり。おお、うまそうだな。若いのにミクちゃん分かってんじゃねえか。卵焼き、アジの干物にアサリの味噌汁か。お前悠長に飯作ってたのか。病院はどうした？それが無償に作りたくなって。あんたこそお父さん説得できなかったの？何やってる。座れ座れ。食うもん食わんと体動かんぞ。ほっ。おめえうまいな。今日の飯は格別うまい。何年もこんな飯食ってねえってくらいのうまさだぞこりゃ。染み渡るわ。よかった。シュウさんのその顔に死んだお父ちゃんも私も惚れたのよ。初めてうちの店来た時ベロンベロンに酔ってたのに、サービスで出したご飯きれいに食べてくれたでしょ。あれは思いもよらずうまかったから。食べ物にまっすぐ向き合う人間に悪いやつなしってのがお父ちゃんの持論だったわ。ほんとね。どうした貴子、お前変だぞ。こいつらもいるってのに、そんなむずがゆいこと言う女じゃなかっただろう。だってずっと言いたかったんだもの。やめろって。見ろ呆れてるじゃねえか、としきとミクちゃんも。親父、飯食ったら病院行こう。頼むから言ってくれ。信じられないだろうけど、親父は多分認知症なんだ。今55なんかじゃなくて75歳なんだよ。俺とミクも40超えた中年なんだよ。まだそんなこと言ってんのか。お前の方こそ医者に頭見てもらえ。ほら見ろ。俺の姿のどこが75のじいさんなんだ。お前はどう見たって20代の若造じゃねえか。貴子だってばあさんじゃねえぞ。お前にはあいつがいくつに見えてんだよ。母さんは69のはずだ。話にならねえ。分かった、病院行ってやるよ。お前と俺どっちがおかしいか見てもらえ。これをはっきり認知症と言っていいのか。かなり記憶喪失に近いかもしれませんね。記憶喪失。この20年ほどの記憶がすっぽり抜け落ちてる以外、体は少々弱ってることを除けば精神状態は至って普通です。貧血って栄養はしっかりとってんだかな。俺も確か。しかし死んだ母親と喋ってるんですけど、自分のことも俺たちも若く見えるようで、フィルターがかかったように自分や周りを若い時のイメージで見てしまうのは年取るほどに多いんですよ。特にお父さんは年取ってからの記憶がないですし、脳が無理やり辻褄を合わせてるのかも。ただ
お母さんのことは精神疾患による幻聴幻覚かとも思われましたが、脳内は全く正常でした。まあ、こういう仕事をしている私が言っていいのか、世の中には科学で割り切れないことがあるかと。科学って？まさか幽霊ってことですか？いや、そこまで言い切るのはちょっと。先生面白がってません？ただお父さんは記憶に残ってるお母さんの幻影と喋ってるのかもしれませんね。脳のメカニズムなんてまだまだわからないことだらけですし、とりあえずお父さんはあんなにお元気で、日常生活もお二人が支えてあげればそんなに支障はないと思います。記憶も少しずつ蘇るかもしれませんし。ただこれがやはり認知症としましたら、本人に告知して今のお父さんの世界を無理に壊すことはお勧めできませんね。お年寄りに見えている現状を否定すると混乱して症状が悪化することが多いんです。周りのものは寛容な心で受け止めて受け入れる。それが一番の介護方法だと私は思います。愛情、それが何よりの薬なんですね。ああ、元気になった。もりもり力ついたわ。ほれ見ろ、俺はどこもおかしくねって言われたんだろ。それよりおめえはどうだったんだよ。おかしなこと言いやがるし、頭でも打ったんじゃねえか。どうだ、俺がまだ年寄りに見えるのか？いや、親父は若いよ。だろ？まったくお前は昔から人騒がせなやつだよ。じゃあとっとと帰るぞ。店が開くのを客が待ってる。息子のとしきにはまったく昔から手を焼かされた。引っ込み思案の甘えん坊で、これが男かと言いたくなるくらいめめしい泣き虫の母親っ子で、こんなビニールのボール当たったくらいで泣くな。だからいじめられんだよ。痛いよ。俺がスパルタでしつけすぎたのかな。小学校でいじめられっ子だったのか。中学入って途端にグレやがった。うるせえな。どこ行こうと俺の勝手だろ。でもかえってその方が俺は嬉しかったね。なんだその口の利き方は。反抗するってのは自分があるって証拠だろ。うぜえんだよクソ親父。ガキが一人前になったから物言え。黙って流されるのが一番よくね。いろいろあったな。シュウさん、トシキがバイクで事故。いろいろあったが、ついでに頭も打ちゃよかったんだバカが。てえな。店やらせてくれって俺に頭下げやがったんだよなこいつ。子供が生まれるって嫁さん連れてきやがって。初孫はタカ子と二人で名前を考えたな。トシキの生まれた時にそっくりだな。ほんと、うり二つ。大きい男らしい名前を。何をボケてんだ俺。孫は来年生まれるんじゃないか。まったくまだ男か女かも分かってねえのに。シュウさん、今日のおすすめはスルメイカ？ああ、疲れにゲソ焼き天ぷら、鉄板イカ大根にイカ飯、塩辛も綿が超えててうまいぞ。ちょっと味見ね。おい。おいしい。シュウさんの作るものおいしくて私大好き。なんかおめえ今日は変だぞタカ子。女学生みたいっつうか。あら、私だって昔は女学生よ。セーラー服着てたもん。シュウさんは知らないだろうけどね。いや、タカ子は出会った時まだそんな雰囲気だった。20歳になるかならないか。タカちゃんもう一杯。こっちもな。客の親父連中に娘のように可愛がられ、おしめまで変えたんだぜ俺は。なんでこんな馬の骨、ちくしょう。俺が婿入りした時は随分嫌味も言われた。あの頃と少しも変わってない。ねえ、お父さんこのままほっといて本当にいいの？しょうがないだろ。医者がああ言うんだ。親父の世界を壊さず受け入れなきゃもっとひどいことになるっつうんだから。巣になってるか。
でもそれなら店の事情を分かってもらわなきゃ。ここ数年客足が落ちてたのと去年からの不況が重なってうちの店が潰れかけてること。息子の大使への仕送りも苦しいし、この先のことをお父さんに相談しようと思ってた矢先にお父さんのご近所から連絡が来たでしょ。まさかこんなことになるなんて。どうなるのこれから一体。なるようにしかならないだろう。しばらく店やってりゃ親父も店が流行ってないことを嫌でも知るしかない。そうなったら今後の相談もできるし、いざとなったら店畳んで親父が田舎に買った家に住まわせてもらってもいいだろう。それに俺は昨日までの親父より今日の親父の方がホッとするよ。あばら屋のような家でろくに物も食ってなかったんだろうな。ぼーっと縁側で海ばっか眺めて。親不孝したって後悔したよ。口やかましい煙たい親父だからってずっとほったらかしにしてた俺が悪かったって。お前にも迷惑かけるがしばらく見守ってくれないか。それはもちろん。でも私驚いた。お父さんお母さんのこと本当はすごく愛情持ってたのね。おい貴子。息子のあんたには遠慮なく口やかましかったけど、お母さんに対してはそっけないっていうか、あんなに楽しそうに喋ってるの見たことなかった。そうだな。母さんは物静かで黙って親父の後に従ってるって感じで、特別仲のいい夫婦には俺も思わなかったな。5年前突然の事故で死んだ時も親父は涙も流さなかったし、夫婦仲はとっくに冷めてると思ってたよ。二人は恋愛結婚だったの？さあ、親父が俺のじいさんに雇われて成り行きって感じで聞いてたけど、でもそうだな。夫婦のことは周りにはわからないもんだな。おかしい。どういうことだ。馴染みの常連客どころかこの3日間ほとんど客が来ねえ。いや、客だけじゃなく周りも変だ。市場じゃ気心の知れた仲買人も見かけねえし、この間まであったはずの仕入れ先が店閉めてたりする。挨拶するご近所の顔ぶれも家並みも妙に見知ったような違うような。おかしい。何かおかしい。ねえシュウさん、何かこの頃お客さん少ないわね。どうしちゃったのかしら。余計な口出しするな。客には客の事情があんだよ。あら、口出しするわよ。ここはシュウさんだけの店じゃないもの。トシキとミクちゃん、生まれてくる私たちの孫、それに私の店でもあるのよ。みんなで話し合って何とかしなきゃ。このままじゃお店潰れちゃうわよ。店が潰れる？大げさなこと言うな。たったこの3日客が来ねえだけじゃねえか。待ってりゃそのうち客は来る。俺はそれだけの仕事をしてきたんだ。俺の腕をバカにしてんのかお前は。シュウさんこそちょっと天狗になってんじゃない？高級料亭の板場にいたからって客が行列して拝みに来るとでも思ってんの？なんだと？何よ？喧嘩してる？お母さんと？叩くの？いいわよ、叩いたら？誰が女を叩くか。もう黙ってろ。お前に心配させるようなことは何があっても俺はしねえ。みっともねえ言い合いこいつらに見せるな。心配させたらいいじゃない。私はあんたの女房よ。お飾りのお人形でも置物でもないのよ。ずっと言いたかった。シュウさん、私に遠慮しすぎよ。死んだお父ちゃんに恩義感じてんだろうけど、何でもかんでも一人で抱え込みすぎよ。店なんか潰れたら潰れたでしょうがないけど、でも目の前の現実も見ないで自分の殻に閉じこもるシュウさんの悪い癖は見逃せない。今日で3日、お客はほとんど来ないのに仕入れだけは毎日。シュウさんは残り物を躊躇なく捨てるけど、本当にそれしかやりようはないの？足りめえだろ。俺は冷凍ってのは信用してねえんだ。その日仕入れたものをその日にさばく。残り物を次に持ち越せるか。トシキとミクちゃんは何かいい案ないか聞いてみたら？おい、どうだ。お前ら言いたいことあんのか？何がって聞いてねえのかよ。客が来ねえし余ったもん捨てずに済む方法だよ。
それはやっぱり冷凍するとか。おめえは人の話聞いてねえな。真空パック。私、昔から思ってたの。お父さんの作るお惣菜とかほんと美味しいし、捨てるのもったいないなって。真空パックじゃなくても、店の前で小売りしたら売れるんじゃないかって。この辺どっちかって言うと住宅街だし、奥さん方とか独り者の人にも。ダメだ。そんな売り方は俺はしたくねえ。余りもん売りつけるなんざ俺の両親が許さねえ。あら、じゃあ余りもんじゃなければいいんじゃない？最初から小売りするつもりで作ればいいのよ。お惣菜屋さん楽しそうじゃない。やりましょう。惣菜屋？何？惣菜屋？お母さんとどういう話してんの一体。あら、見て見て。こんな店あったのね。確かここ居酒屋さんじゃなかった？美味しそうじゃない。値段も手頃よね。へえ、材料に添加物全然入ってないの。いらっしゃいませ。どうぞ中でお味見してください。お茶もございますので。いいお味。ほんと、上品で家庭じゃ出せない味よね。ここ居酒屋さんはもうやめたの？いえ、夕方5時からは今まで通り店をやってます。一品からお手軽なコース料理までございますので、どうぞまたいらしてください。私、蒸し卵4つとおひたし 200g もらうわ。うちは鯛2切れと里芋に。結構売れるもんだな。そりゃ周さんの作るもんだもん。食べてもらえば一遍でわかる。自分の儲け考えてない欲得なしの味だもん。デパ地下よりずっといいわ。みんなに教えてあげなきゃ。ありがとうございました。その割には店の閑古鳥ってのはどういうわけだか。周さんの味、としきにちゃんと手ほどきしてあげてね。手ほどき？そんなもんするやついるか。料理人は自分の目と舌で覚えんだよ。俺だってそうして鍛えられたんだ。あら、うちのお父ちゃんそうじゃなかったわよ。自分の知ってること惜しみなく周さんに教えてたわよ。親父さんはまあ。それに周さん言ってたじゃない。周さんが修行に出された高級料亭は高い材料と手に入りにくい材料。まだこの時期に松茸か。さすがヨシアンだな。客をふるいにかけるプライド臭プンプンの味でちっともうまくなかったって。月の間の客、松葉ガニは切れたって断れ。これは重役連に回す。周さんの味はそんな味じゃないでしょ。誰にでも分け隔てなく惜しみなく味わってもらいたい味でしょ。なのにその味を伝えるのは惜しむの？自分で勝手に覚えろだなんて、私にはただのいけずとしか思えないわ。いけずってお前、俺の味の塩梅くらい教えなくてもわかるだろこいつは。ガキん時から食わせてきたんだ。舌はバカのはずねえ。おいトシキ、ちょっと来い。お前このタイのアラ適当に煮つけてみろ。調味料を入れる順はどうでもいい。好きな味にしろ。俺は無理だよ。作ったってどうせ親父の口に合わない。何言ってんだ、やりもしねえうちから。いいからやってみろ。はあ、店に入ったばかりの割にはちゃんと一通りのことやってんじゃねえか。見ろタカ子、これなら俺が手取り足取り教えなくても大丈夫だぞ。トシキはちゃんと俺の背中見て覚えようとしてんだよ。心配ねえ。こいつならほっといてもしっかり俺の後継いでくれるぞ。なかなかいい煮上がり具合だ。味も上等だトシキ。初めての割には上出来だぞ。なんだお前、泣いてんのか？いや、これは嬉しくて親父に褒められるなんて思わなくて。バカお前、男がそんなことで泣くな。ほら顔拭け。別にこれでいいってわけじゃないんだぞ。まだまだこれからって意味なんだからな。頑張るよ親父。俺今度こそやるよ。今度こそ。
なあ、タカ子。俺はトシキに厳しすぎたのかな。褒められて泣くなんて。考えてみたら、確かに俺はあいつに文句しか言ってなかった気がする。あいつの気の弱さが悪い連中に引きずられた原因かと思ってたが、グレてたのは俺のせいかもしれないんだな。これからだな。俺もまだまだこれからだ。ありがとうございました。な、コンビニとかチェーン店より絶対いいって。ここマジ美味しい。今度夜来よ。またどうぞ。ここ美味しいのよ。まがいものじゃないって味で。へえ、結構安いのね。親父はやっぱり腕がいいんだな。ほんとね、口コミでお客さんだんだん増えてきたし。それにしてもお前、惣菜売るなんてアイデアなんでもっと早く言わなかったんだよ。それは。まあ俺の作るもんじゃ無理だったな。手間とコストを惜しんで業務用のどこにでもある料理ばっかり出してたし。それもあるけど、昔のお父さんって周りの言うことに全然耳貸さなかったじゃない。時に息子のあんたのことは全然認めてない感じで。なんだこのひどい料理は。勝手なもん作るな。私もひどいって思うことがあったもの。10年前、あんたとお父さんが大喧嘩して。俺が古いだと？今はそんな時代じゃないんだよ。合理的に商売しなきゃ生き残れないんだよ。半ば絶縁みたいな感じで店渡されてお父さんたち出てったでしょ。あの時はせいせいしたって思ったけど、こうしてみるとあの頃お父さんが何を言わんとしてたかやっと分かった気がする。タカ子、黒板にメニュー書き出せ。おいタカ子、いないのか。なんだかうまくやっていけそうね。ああ。おいトシキ、ミクちゃんがいいな。メニュー書いてくれ。きっとこれでいいんだな。タカ子どこに行った？おいタカ子。ただいま。ああトシキ、タカ子知らんか？タカ子？誰それ？それよりじいちゃん、俺大使。トシキじゃないよ。なんだ結構元気そうじゃん。電話でえらいことになってるって聞いてたから、てっきり入院でもしてるって思ってたのに。大使、お前帰ってきたのか？昨日から冬休み、店俺も手伝うよ。誰だこいつは。どうしてトシキが2人いる？違うよじいちゃん。俺じいちゃんの孫の大使、トシキの子供だよ。トシキの子供？大使？そう、大きいに志で大使。大使帰ってんの？お前説明してないのか？じいちゃんとばあちゃんが名前つけてくれたんだよ。忘れたの？本当に。大使やめろ、余計なこと言うな。バカな。トシキの子供は来年生まれるはず。なんかやばかった。大使なんて孫はまだ。大使大きい志。高子と選んだ名前。俺の孫大使なのか？そうだよじいちゃん、わかるじゃん俺のこと。トシキ、ミクさん、親父。お父さん。タカ子はどうした？タカ子いたよな。タカ子。シュウさん、目が覚めた？タカ子、お前は死んだはずだな。俺を迎えに来たのか？そうしたかったけど、シュウさんはまだまだこれからがあるのよ。そんなものはない。俺も連れて行け。ダメよ。シュウさん、もう嘘はダメ。シュウさん一人でずっと泣いてたじゃない。本当は帰りたかったくせに、トシキたちを心配してたくせに、意地を張って背中向け続けて。でも一番悪いのは私。
周さんに頼りっぱなしで甘えっぱなしで死んじゃうなんて。ごめんね、周さん。まだまだ時間はあると思っていたの。としきたちのことも、そのうち時間が解決してくれると高をくぐってたの。楽しかったの、私。この店を離れて、周さんと二人きりの暮らし。晴れ晴れと解放された気分で、一緒にいるだけで幸せだった。周さんは死んだお父ちゃんのこと、店のことを第一に考えてくれたのに、私は本当はここから出たかったのかもしれない。母親なのに、時々としきに焼き餅も焼いたわ。周さんの愛情をいっぱい受けてるのが羨ましかった。だって周さんは私を好きだから結婚したんじゃないもの。貴子、俺は。いいのよ、周さん。わかってるから。周さんはここにいたかったのよね。自分の居場所が欲しかったのよね。それでもよかったの、私は。だって周さんを好きになったんだもの。初めて会った時から周さんのことが。貴子、俺はお前が何より大事だ。嘘じゃない。お前を失ってどれだけ後悔したか。お前を幸せにできなかった。俺はいつも自分のことばかりで。違うわ、周さん。私は幸せだったの。それを周さんに伝えられなくて、死んでからずっと後悔してたの。そんな時、周さんが私を呼んでくれた。私の声が周さんに届いてくれた。ありがとう、周さん。45年、あなたの女房で私幸せだった。またきっと会えるわね、私たち。貴子が突然死んだ日、世界は光が消えたようだった。どこに行けばいいのか、足元すら見えない闇は自分の心が生んでいたのだと今は思う。うずくまっていた自分のせいだと。貴子、俺もとうとう80超えたか。大使がコックになるとかでまだまだ俺の出番はなくなりそうにない。まあ気長に待っててくれ。凪までの時間、明日への光の時間。